家好，我是プアル。ロスキン野蛮人の自動討伐は曹操シャジャルで2時間放置しています。プアルです。今回はライズ・オブ・キングダムから野戦での指揮官ランキングです。今回は制服シーズン現在を基準としています。ここで言う制服はコスチュームの制服じゃないですよ。なぜか自動翻訳だと服の制服が出ちゃいがちなので、制服シーズンといえば軍事、戦いの方の制服です。でね、そう言ってるそばから着る服の制服に変換されてるんじゃないかと。変換が心配ですが、もしそうなら皆さんの脳内で軍事の方の制服にここでは変換していただけたらと思います。AI は制服フェチなんでしょうかね。ということで、今回の動画はその制服シーズンまでに出ている全レジェンド指揮官98名を評価していきます。2025年上半期を締めくくった現在のね、制服シーズン現在で使うことを想定した評価です。野戦に特化したフィールド戦闘での評価を SS から D まで6段階でご紹介していきましょう。評価の基準は野戦に限定していますので、防衛やラリーなど他の用途で良い性能は一切加味してません。また単体性能の評価を主にはしていますが、野戦では基本的にキャラクターはペアで運用するため、ペアを組んだ時の相性の良さとかね、そこら辺の評価も少し加味したりもしています。6ランク大体の目安は SS ランクが現在のメタにあたるトップ性能のキャラクター、 S はその次時点でメイン運用できるランク、A は2部隊目など若干劣るけどもまだまだ戦場に出せるレベルです。B は1兵種のみで3部隊以上、3部隊以降ね、部隊が増える時に補欠要員で戦場に出る、または状況限定で活躍する指揮官のランク。C はもう力不足で狙われるレベル、または他より撃破が期待できないけども1兵種5部隊以上でね組むとか、無理をしてでも出すならという指揮官のレベルです。D は制服シーズンでの野戦指揮官ではないと言っていいくらいの出してはいけないレベルとします。最後に一つ重要な留意点として幅広い戦場のデータを集めて評価をしていますが、プアル個人的な主観も多々入りますので、これが絶対だと断言するものではありません。あくまで参考の一つとしてお楽しみいただけたらと思います。全キャラ98名もいますので、ほぼ説明なく振り分けるキャラクターも出てくるでしょう。なんせ多いので、ひょっとしたら抜けてるキャラクターもいるかもしれません。もし抜けてるキャラがいたり、もっと説明聞かせてよっていうキャラがいたらコメントで突っ込んでください。その時はコメントで追記していきますね。もし今回の動画が参考になった、興味深いと思ったら高評価、グッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひ登録していってくださいね。それでは早速一つ一つキャラクターを見ていきましょう。ごちゃっとね、全レジェンド指揮官を端の方に集めてみましたので、右の上らへんからね、順にピックアップして振り分けていきたいと思います。ではまず、パイチ白騎ですね。これは今の歩兵メタ指揮官の一人です。銃撃半円 AOE とね、申し分ない強さで SS の1でしょう。やはり現在の歩兵は安定してますね。どのような状況でも強い。さあ、そして P ラグナル。P ラグナルは AOE と硬さ、強い要素は揃っています。しかし歩兵が銃撃時代、これから出るのも銃撃だと思うから、歩兵のスキル指揮官っていうのは衰退が予想されます。現在は2部隊目以降になると思うので、もしスキル指揮官で強い指揮官がね、今後出てきたら、またペアになって返り咲く可能性もあるかもしれないけど、それを踏まえても、こちら現在は S ランクですね。はい、ではネフスキーです。ネフスキーは残念ながら世代交代が起きてますね。2部隊目としてはまだまだ活躍できているので、プアルもね、使っていますが、メタではない位置です。なので、A ランク。さあ、お次は、ス部隊。野戦でも使いたい気持ちはいっぱいだけど、現実は厳しい。残念ながら、現在は C ランクです。はい、続いて、諸葛亮。
諸葛亮は一家に一台というね、万能指揮官でしたが、その強さは今も健在。相対的にアクティブスキル、エースのね、ダメージが低くなりつつありますが、まだメタペアで活躍中なので、SS ランクです。SS ランクの中でもね、ちょっと下位に入るかもしれないけれども、まあこの位置でしょう。続いて P ベリサリウス。P ベリサリウスは、これせめて AOE だったら評価がガラッとね、変わっていたかもしれないという残念さですが、スワームの補助とかタイルキル関係には強いんだけど、用途がね、そこだけになっちゃうので、ガチ野戦で撃破を稼ぐ視点では、そうだね、B ランクに入るかな。B ランクでしょう。さあ、続いてベルトラン。ベルトランはもともと弱くはなくて、連撃仕様に変更されたことでさらに良くはなった。でも、最新の事情をね、考えると無理に使う指揮官でもない。王国の歴史が浅いところとかね、騎馬専門で何部隊も必要な時に駆り出されるような指揮官となるでしょう。ランクは C ランク。そしてウィリアム・ウォレス。この指揮官は銃撃スキルでサポートも優秀だけど、単体のスキルがネックになってるよね。白機が出るまではそれでもメタを維持できてたんだけど、今は一気に時代に追い抜かれた印象。一時代を輝けたからいいと思うけど、今の評価は A ランクかな。結構白機と組ませたり、一軍でのペアでね、活躍ができるところなので、S 寄りにかなり近いとは思いますが、今回は A として評価しています。さあ、続いてヤドビガ。ヤドビガはもうね、防衛なので D です。サルゴン。サルゴンはスキル指揮官としては使えなくはないんだけど、まあという位置で B ランクですね。さあ、ここからは博物館指揮官を一気にご紹介します。以前に博物館指揮官の評価をしてほしいとリクエストもいただいたので、少し触れながら見ていきましょう。まずは SL フレット。これは博物館で行軍 15% とかなりいいバフが得られるんですが、野蛮人狩りやラリー防衛、旗立てなんかの補充の足として使いますので D ランクですね。そして曹操。曹操は博物館でヒットポイント 30%、アクティブスキルね、AS のダメージ係数300プラスと、まあいいけどガチ野戦としては足りなさすぎるよね。タイルキルやタイルキル狩りなどね、タイルキル関係の用途と、あとは兵の補充要員だね。その部隊に使用するために D ランク。続いてメフメト。博物館でヒットポイント40っていうね、バフが強いんだけど、スキルダメージは 10% で抑えてるのは惜しいですね。今の博物館仕様っていうのがわからないんだけど、征服シーズンに入った瞬間に最新の征服シーズン指揮官までが一気に解放されているのか、徐々に解放されていくのか、どっちなんだろう。徐々に解放されていくんであれば、降雨が出たてくらいのあたりだったらメインとして使えるだろうね。またメタ指揮官が揃うまでのつなぎとかだったら AOE とかヒットポイントはね、とっても魅力なので使えたりもするんだけど、まあ現時点での評価としては C ランクに入ります。C ランクでしょう。はい、次、リチャード。リチャードは博物館で行軍速度 15% プラス、反撃ダメージ 10% プラスと悪くはないんだけど、自分で撃破が稼げないのは厳しいね。なので C ランク。続いて義経。義経は博物館で騎馬攻撃 30%、防御 30% とね、バフはいい感じで全体的に弱くはないんだけど、単体であることや他と比べると見劣りしてしまうので、メインは野蛮人狩りとか集落指揮官になっているでしょう。騎馬一種染めとかね、特殊な関係で駆り出される指揮官となっていると思うので、評価は B よりの C に入るかな。リチャードよりは稼げるし、ここら辺に入るのかな。メフメト、素部隊はちょっとどうしようかって感じだよね。ベルトラン微妙だね。このぐらいになるかな。この順番ぐらいになるかね、今ね。そして次はシャルル。
カール・マルテルは博物館で攻撃 50% はねかなりいい感じ、ヒットポイント 10% も悪くはないんだけど、やっぱり彼も自分で撃破は稼ぎづらい、白ツンとかにはね使えたりもするので、なので C よりの B かなと感じかな。次は YSG は博物館で防御 10%、スキルダメージがね 12% アップとかなり優秀ですね。一時期ねリストラされちゃったんだけど、最近では QSH の後ろの枠が決まって息が長い指揮官の一人です。なので A ランクにしましょう。そしてムーランは博物館でヒットポイント 20%、スキルダメージ 20% アップと硬くなるのはいいんだけども、やはり撃破は取れない、野戦指揮官ではないので D ランクにします。はい、次カエサルは博物館でダメージ 25%、行軍速度が 25% アップするということで、足が速いので補充部隊の副将活用が主かな。なので自分で出すダメージがね低すぎるので残念な D です。続いてフリードリッヒは博物館で 40% 攻撃力プラススキルダメージカットが 15% と、攻撃力は高めでスキルカットもいいけどカバーしきれないくらいの弱さ。以前連撃との相性が良さそうと考察もしたけど AS の使用説明に審議がかかっているので、はっきりしたらどこかで公表するかも。一つ確かなのは現在は使わないということです。 D ランク。次はサラディンは博物館で騎兵の攻撃 10% アップ、行軍速度 10% アップ。これは望みのないステータス。ダメージカットのスキルは評価できるけども、もうエースのダメージは低いし、オフェンスとしては機能しないかな。今後攻撃力 100% 以上とかね、新たな効果が追加されない限り野戦で使われる可能性は極めて低い C ランクですね。次、ウィリアム一世は博物館で反撃ダメージ減少 3%、 AS のダメージ係数100プラスと、AOE や優秀なスキルからまだかろうじて2軍に入れる位置。博物館の数値の伸び次第で今後延命はできそうだけど、今はね B ランクかな。 A よりの B でしょう。次はアッティラは博物館で騎馬防御 5%、 スキルダメージカットが 3% となってますが、希少な現役期間の長い指揮官ですね。ただ野戦でもりもり撃破を稼ぐ指揮官ではない。白ツンとかタンクとかなら少し用途もあるかもしれないけどっていう程度で、野戦でもりもり撃破を稼ぐ指揮官ではないので、本命はねラリー指揮官なので B よりの C ランクかな。そして関羽は博物館で歩兵攻撃力 5% アップ、防御力 10% アップ。AOE と沈黙が最大の売りになっているけど、ダメージ的には厳しくなっている。なので2軍3軍に入れるかどうかという位置でしょうかね。なので A に近いけど B という感じかね。はい、次エルシットは D ですね。博物館バフが弓攻撃 35%、 アクティブスキルダメージの係数がプラス300と、あまり振るわないですよね。AS が1000から1300になっても今誰が使うのか。これ L シットに限ったことではないけど、征服シーズン何日目以降とかでもいいのでね、いっそのことをジェムを使うと AS ダメージ係数がプラス3000になるとか、こんな切り替えボタンでパワーアップバージョンで使えるとかね。博物館の強化で収まりきらないようだったら、そんな感じで実装してあげた方が指揮官の使い道も増えるし、ジェムやね課金の回収もできるんじゃないかと思ったりもしますが、いかがでしょうかね。はい、ハンニバルです。ハンニバル、博物館バフが攻撃40プラス通常ダメージカット 10% ということで、バフとしては優秀だけども AS は700なので論外で、バフもねおとり出番なしということでランクは D。 カール大帝は博物館バフ攻撃 50% プラス AS ダメージ係数プラス500と、彼は KVK3 の
記念品です。 D ラグナルね。ラグナルは博物館防御力 35% アップ、通常ダメージカット 20% と硬くなるバフは優秀だけど白ラリー用だね。D トトメス3世博物館バフは弓攻撃 45% アップ、ヒットポイント 20% アップと、これも優秀なステータスのバフなんだけど AOE も持ってていいんだけどね、ダメージが低すぎるし。C 次チンギスね。チンギスは博物館バフ牙防御 10% アップ、エースダメージケースが100プラスということでね、こちらまあいいんだけども今はねどうしようもないかな。エースのダメージ低すぎないし、エースの再発動があればまあって感じなんだけど、可能性は低いし単体だしねということでどうもしようがないかな。兵数が残り 70% 以上であればダメージアップ 30% っていうのもあるんだけど、これ白ツンにね使えればいいんだけど、ここも微妙な感じなんだろうねきっと。なのでどうもしようもないということで D です。さあ次コンスタンティヌス。コンスタは博物館バフ歩兵攻撃力 25% アップ、通常ダメージ 10% アップということなんだけど、野戦で撃破を取る指揮官ではないので D。 アレキサンダーは博物館バフ歩兵防御力 20% アップ、通常ダメージカット 6% と、バフはバフで申し分ない感じ。スキル性能もねいいし、ダメージは若干低いけども第一線の指揮官とペアの相性がねとっても良くて現役の位置を守る指揮官でしょう。これは S 寄りの A かな。トミリスは博物館バフヒットポイント9兵ヒットポイント 15% アップ、行軍速度が 10% アップと単体スキルだし野戦としてはねダメージが取れないので D です。エドワードは博物館バフ9兵防御力 10% アップ、エースダメージケースがプラス150と単体でエースのね回転が遅いということもあり、これは今は D ですね。不足点は博物館バフ攻撃 15% アップ、スキルダメージカットが 5% と、これは D。ピロスは歩兵防御力 30% アップ、スキルダメージカット 10% アップとね、バフは優秀だけどもスキルダメージがね単体で少ないということで D。武田は博物館バフ牙ヒットポイント 10% アップ、行軍速度が 5% ということで、バフはこれからだねということで、単体の撃破はね取れないんだけども、アッティラとの相性が抜群なので限定的にね白ツンとかタンクとしてはね使えるので、全く使わないわけではないんだけど、撃破は取れないしね、メインの野戦指揮官かといえば C よりの D ですね。次レオニダスは博物館バフヒットポイント歩兵行軍速度 5% アップ、通常ダメージカット 5% アップということで AOE だけどねスキルダメージも低いし D です。ラムセス2世博物館バフ9兵ヒットポイント 5% アップ、エーススキルダメージ係数がプラス100と、バフが軒並み高いんだけど野戦で撃破が取れるかといえばって感じなので D。アルテミシアは博物館バフ9兵の攻撃力 5% アップ、スキルダメージカットが 10% アップと、ビジュがねとっても個人的に好きなんだけども、9兵3部隊目以降ね組みたい時に上がってくる指揮官かなということで C です。次テオドラ博物館バフスキルダメージカット 3%、 エースダメージ係数プラス100ということなんですが野戦はしません。 D。 YSS 博物館バフヒットポイント 15% アップ、行軍速度 10% アップ、防御演指揮官だね。なぜか野戦の時はエースダメージがね上がっているんですけども野戦はしません。 D。 視野深く博物館バフがスキルダメージカット 10% アップ、通常ダメージカット 3% といいバフをお持ちなんですが KVK1 のラリー用かな。 D。チャンドララは博物館バフ牙の攻撃力 10% アップ、スキルダメージカットが 3% アップ、野戦は不向きなので D。 ハーラルは博物館バフ歩兵の防御力 10% アップ、ヒットポイントが 5% アップと
当て逃げとかタンクとかね、そういった特殊な用途には使えるけども、主要な野戦指揮官ではないので B よりの C かな。ゼノビアは博物館バフ、スキルダメージカット 5% アップ、反撃ダメージが 8% アップと、出た当初はフィールドでも硬さを感じられたんだけどもね、今は使わないので D。というわけで、ここまでが現在の博物館指揮官でした。博物館バフを得て返り咲いたのはごくわずかですね。この状況は運営の想定内なんでしょうか。皆さんは博物館の効果や運用をどう思いますかね。兵種染めの3部隊目には入れられるぐらいの強さに補正するバフとかにしてほしいとかね、メタに迫るくらいの補正にしてほしいとかね、思いのコメントありましたらお待ちしております。さあ、続いてはシャジャルですね。使えなくはないし、QSH 衛星の後ろでね固くして、主に決闘なんかでね使う可能性もあるので、本当に使えなくはないんだけど、第一選択肢というまではいかないかな。S？A どうかな。やっぱり迷うけどね、 B になるかな。A 以上にもなるかもしれないけど、まあこれから弓指揮官を育てたいとなった時に、まずシャジャルを育てましょうとは言えないしね。ということで B、ターリク、ラリー専用ですね。まあ足りない時だよね。無理やり使うならっていう感じで C、マエミリアヌス。こちらも歩兵5部隊とかね、特殊な状態で使う感じかな。まあ基礎が強いので B。さあ続いてトライアヌス。トライアヌスは撃破は稼げないですね。黄昏やバフの必要な時に使うようなので D。モクテスマ D。各挙兵ですね。は現在の騎馬のメタです。スキル回転と硬さなんかが強いんだけども AOE じゃないしスキルだから、今後騎馬が連撃メインになってくると真っ先にメタから外れそうな勢いですね。そんな感じがするけども、まあ次回の新指揮官が出るまでね、12月あたりかなまでは安泰なので SS です。ここからは最終指揮官だね。一気に全徳 B、石田、クレオパトラ B です。ピピン、はじめ種、これも D です。野戦では使えません。そして家康は防衛ですね。ヤンも防衛、アマニトレ、アエティウス、タキテーヌ、チェヨン、リード、こちらも防衛戦も D。ゴルゴーは出たての時はね野戦でも優秀だったけど、今は銃撃指揮官が結構揃ってきたので野戦としては相対的に弱くなったかな。タンクの意味合いで出すこともあるかもしれないけど、撃破は取れないし無理に出す必要もなくなったということで C に近い B ですね。ホンダは限りなく D に近いC ですね。博物館とかで今後 AS の発動消費が1000とかにしてくれるだけで評価が爆上がりするんだけど惜しいですね。なんせ重すぎるのがネックです。タク春京、タクは、銃撃指揮官になりましたね。銃撃 AOE という仕様変更のね強化があって評価は上がったんだけど、今回は征服シーズン最新時点での評価なので硬さは認めつつも C ですね。パカルは白ツンとかタンク限定になるかもね。装備とかの差によってねいいトレードにもなるかもしれないけど、まあやっぱりフルで叩かれるといいトレードにはならないので C。フィリッポス、メタではないけども一軍でいける優秀なスーパーサブですね。何にでも合うと言ったら言い過ぎかもしれないけども、新型バフ指揮官の地位で安定の S。ユスティニアヌス B ですね。騎馬の3軍以降で借り出される位置です。シャープールはラリーとしては優秀だけど野戦は微妙かな。 B。ピーブーディカ、バフ関係は優秀なんだけど AS が単体だし相対的に厳しいかな。弓3部隊目以降の要因ですね。 B。ヘンリーは弱くはないんだけどヘンリーも相対的に下位になりますね。 B。呂布、三国志最強の武人は残念な D。 ここからは工学指揮官マルグレーテ、初期ながら優秀ではあるので B。 バーブル、個人的には好きなんだけどこの位置 B。 メアリー、どうしても遠隔部隊がね4部隊出したいという人用ですね。通常は選ばれません D。
アルキメデス、メアリー同様 D ですね。フニャディ、ちょっと力不足感が否めない B。シュテファン、2部隊以上使いたい光学ファンは使うけど限りなく B 寄りの A。ちょっと待ってよ。シュテファンをこの位置にするとシャジャルが B とも思えなくなるか。やっぱり上げましょう。シャジャルは A にします。はい、じゃあ続いてガジャマダ。ゴンサロとのシナジーがえぐい。ダントツの光学メタですね。S 寄りの SS。ゴンサロ登場以来2周目のメタを防衛中。ぶっ壊れの性能ですね。限定的にはなるけど、状況次第ではどの兵種よりも最高の撃破を叩き出すメタ指揮官ですね。メタなので SS。アルブ、機体の最新光学指揮官だけど、現在は思ったほど振るわず B 寄りの A かな。ヘラクレイオス、フィールドでは野蛮人を相手にするのが得意です。D。スレイ D。ジャンヌ、AOE とスキル再発動は強い。メタから外れて久しいけど2軍としてはまだまだ現役。A、コウ、スキル回転と AOE の強みはあるけどちょっとパワーダウンは否めない。騎馬3部隊以上の時は駆り出されるって感じかな。B、アーサー、騎馬のメタですね。現状はメタとなると各挙兵の副将としての位置だけど今後は主将として連撃が期待されているので次の新指揮官で連撃の副将が来てくれれば野戦メタの主将として君臨できるかもしれないね。 SS。 ギルガメは D。 ネブカドネザルは AS が低すぎてさすがに D。 キロス D。 アッシュル・バニパル。アッシュル・バニパルは結構優秀。弓で2部隊3部隊目を組むなら入れてもいいかな。ラリーがメインなのにというお得感もいいですよね。ランクは A。 ピーヘルマン・アルミニウスは弓の2部隊目を考えたらまずは諸葛亮の副将に選ばれる指揮官ですね。 A。 ラプラプは都市防衛 D。 マーチャーシュ都市防衛 D。 流鉄、実装から1年過ぎてそのぶっ壊れっぷりが少し抜きに出ているくらいに落ち着いているかな。野戦メタに含まれますね。メタじゃないけどラリー防衛にも全部使えるというところもすごいですね。ランクは SS です。ピースキピオ、プライムの初指揮官。特徴に AOE シールドと強い要素があり戦場へは出せるけどちょっと型落ち感が否めないですかね。ランクは A。 そして最後 QSH、 始皇帝衛星ですね。現在のトップオブトップ。混戦なら撃墜王ナンバーワン。副将は諸葛亮で安定ですね。決闘ならシャジャルとね。撃破はダントツの強さを見せています。決闘が若干苦手という部分がありますがそれを含めてもあまりある強さですね。現在最強の SS ランクです。さあこれで全員出揃ったはずですがこれから野戦指揮官を育成するなら真っ先に SS ランクの指揮官をおすすめします。遠隔の2人は操作などが異なるのでちょっと別枠と考えましょう。遠隔を使ったことがないという方は遠隔部隊入門動画、こちらのリンクを概要欄に貼っておきますのでぜひ参考にしていただきながらこれは自分のプレイスタイルに合うなと思う方にはガジャマダ・ゴンサロペアを鬼のようにおすすめします。今の野戦はこの SS の兵種ペアを使えばまず間違いないですね。5部隊組むなら多少組み替えが必要になりますが S、A も含めて選ぶのがいいかもです。6部隊7部隊組むとなれば B 以下の指揮官を使うことにもなると思います。バフや装備差があれば何でもいいトレードにはなると思いますが基本はなるべく上位ランクで揃えたいところですね。今回このランク分けになりましたが何人か迷った部分があって後でねランクを入れ替えた方がいいかなってキャラもいるんだけど今はこれで区切りましょう。ということでこれが2025年10月時点最新征服シーズンでのレジェンド指揮官に対する野戦評価でした。冒頭でも言いましたがこれはプアルが思う評価であり完璧な評価ではないです。仕様変更や新たな指揮官とのシナジーなどいろんな要素で今後評価がねガラッと変わる可能性があることは心に留めておいてください。皆さんの評価はいかがでしたでしょうか。
降雨のランクはもっと低いとか、ジャンヌのランクは SS だとかね、そんなご意見や動画の感想なんかもぜひコメントしていただけたらと思います。はい、今回は以上。良ければ高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。旧 Twitter、X もやってます。つぶやきや告知もしていますので、いいねやリポストしてもらえると嬉しいです。またそちらでもリクエストや質問を受け付けてますので、お気軽にコメントくださいね。ではでは、おつぷはまたです。